皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は炎属性最強キャラランキングトップ5を解説しますよ。炎系のスペカはどれもド派手だからすごく楽しみだぜ。超火力を見せるこの属性のキャラたちの魅力を楽しみにしていてください。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介するのはサニーミルクです。三妖精の一人でサニーミルクは、日の光の妖精だよな。そう、ルナチャイルド、スターサファイアと行動を共にすることがほとんどで、彼女を加えた3人をまとめて光の三妖精と呼ばれています。サニーミルクはゴゴティーでありそうな名前ですがとても賢い妖精なんですよ。私は紅茶家電話です。中でもサニーミルクは三妖精のリーダー格であり、三妖精の行動は彼女の発案によるものが多いですね。三妖精のリーダー格なだけあって東方部門式によると、ルナチャイルドとスターサファイアは極低にもかかわらず、3人の中で最も高い低となっています。おー、サニー優秀なんだな。同じ危険度低に分類されているキャラクターとしてチルノがいますよ。チルノと同じぐらいなら妖精の中ではかなり賢い方なんじゃないか？その通りです。サニーは三妖精の頭脳とも呼ばれますよ。とはいえ妖精なのでそれほど頭がいいわけではなく、彼女の発案するいたずらはほとんどが失敗に終わっていますね。妖精らしくて可愛い。もともとは友人であるスターサファイア、ルナチャイルドと共に魔法の森の大木で暮らしていましたが、第2部の終盤でレイムの住む、白霊神社の裏にある王宮へと引っ越していました。妖精の住む場所は気質がとても重要なようで、住む場所がなかなか見つからないようだが、まさかの白霊神社の裏だったんだ。地獄の妖精クラピーも白霊神社の床下が気質があっていたようで、霊夢がいるからか、白霊神社がいいのか妖精には住みやすいようですね。名前は単にサニーと呼ばれることも多いですよ。性格は非常に明るく、まさに太陽の名にふさわしいですね。あとニコニコ笑った時の刃も可愛いんだよな。これはぜひともサニーにいたずらされたいです。霊夢さんのいたずらの意味違うよね。そんなサニーは光を屈折させる程度の能力を持っています。太陽光などの光を自由に屈折させる能力、光を屈折させてレーザーのように放ったり、光学迷彩のように自身の姿を見えなくしたり、人に虚像を見せて化かしたり、光弾を反らしたり、目では見えない角度を見たりと、色々なことができるんですよ。これはめちゃくちゃ便利な能力だな。また妖精にしては、能力をそこそこうまく扱っているところを見るとかなり頭はいいですね。しかし雨の日には屈折現象がもろわかりのため、すぐにバレてしまうのが弱点。ただし日光を浴びることで、怪我を治癒することができたりと回復能力も持っていますよ。おー、回復にも活かせるなんて便利すぎる能力じゃん。またスペルカードも陽光サンシャインブラストや皮膚ダイレクトサンライトといったこの能力を活かしたスペルカードがありますよ。妖精大戦争で登場した時には能力に伴って、熱と光で氷の妖精のチルノにとっては天敵とも言える副次効果も使って苦しめていました。弾幕も太陽、日光をイメージしているようで放射状に速度の速い弾を直線的にばらまいたりと、見た目にも避け方的にもサニーらしい素直な弾幕を得意としていますよ。またサニーミルクの能力でさらに素晴らしい使い道が分かったんですよ。この能力を覚えればスカート覗き放題。光で目ん玉焼かれてください。それでは炎属性ランキング第4位はフランドール・スカーレットです。おー、フランが第4位は意外だな。フランドール・スカーレットはコウマ館の住人の一人。コウマ館の主レミリア・スカーレットは姉にあたり、コウマ館で暮らしている魔法使いのパチュリー・ノーレッジからは妹様と呼ばれていますね。そんな見た目は完全に幼女のフランは、ありとあらゆるものを破壊する程度の能力を持っています。前回の授業でどれくらいこれがヤバい能力なのかよく学んだよ。活動的な姉に対し、フランは引きこもり体質で、突然激情するなど情緒不安定な一面があるんですよ。私と一緒ですね。いやヤバいやつと思われるからやめときなさい。能力や感情面からも危険があるために普段は外に出してもらえず、館の地下室で暮らしています。しかし、出ようと思えば出れるようで、コウマ館の中にずっといるのは吸血鬼の性質だからだと思われるぜ。そんなフランの手に持っているぐにゃぐにゃしたものをご存知でしょうか？あれは札幌時計台の針です。いやどうやって拝借したんだよ。冗談はさておきあれはレイバテインと言われていて、レイバテインは炎の剣または炎の杖とされています。フランはそれをスペルカードとして使ってくるんですよ。その名は近畿レイバテイン。めちゃくちゃ強そう。フィールドの端まで届く巨大な剣を発生し、時計回り、右へ水平移動、左へ水平移動、反時計回り、時計回りとなぎ払うのです。また、剣の剣先に火の弾幕を発生させるのですよ。超初剣殺しで、非常にインパクトのあるスペルカードって感じだぜ。この剣は北欧神話に登場する炎の魔剣または末裔、伝説では七男と世界を焼き払うとも言われていますよ。そんなおっかない武器幼女に持たせるなし。グリモワール・オブ・マリサのマリサによるスペカ説明では、大きな炎の剣を振りかざすスペルカードだがあまりにも大きすぎる剣とのこと。確かに画面いっぱいに投げ払ってくるもんな。だから自由に素早く触れないようで剣先をかわすのは、そこまで難しく
ないと書いていますね。しかしこの剣の恐怖は剣自体ではなくて、投げ払った後に出る火の玉の弾幕が厄介と言っていますよ。まさにこのランキングにふさわしいスペカだぜ。極限の剣便利ですよね。あれで生焼き芋を作ってみたいですよ。生焼き芋ってどっちなんだよ。では次に紹介する炎属性ランキング第3位はパチュリーノ・オレッジです。パチュリーの見た目は少女のようですが、年は100を超える魔女なのです。普段は高魔館の図書館に引きこもっていますが、その理由は本と髪が日光で傷むからとのこと。髪を気にするところ乙女だよな。本人曰く本のそばにいるものこそ自分と考えています。そのため、日がない1日図書館の本を読みふける毎日を送っていて、暗いところで本を読みすぎているので目が悪くなっているようですね。さらに魔力は膨大ですが病弱喘息持ちで、身体能力はあまり高い方ではありませんね。魔法使いとしては天性の才能を持っているのにもったいないぜ。ぜひともパチュミリンラッパーで鍛えてほしいです。あれは面白すぎたよ。そんな意外と弱々しいパチュリーの無給や、しくしく、貧血でスペルが唱えきれないのに心を打ち抜かれた人たちは数知れず、しかし蜃気楼ではジャンプしたり、本を使って思いっきり両手でぶん殴るという行為をしていて、元気いっぱい。いや元気すぎだろこれ。とはいえ日頃は、空を飛んで移動する際には空気に乗るように楽な姿勢をとっていますよ。そんな彼女の能力は魔法使いらしく、火水木金土火月を操る程度の能力、月火水木金土火を操る程度の能力と間違われることがありますが、火から始まるので注意してくださいね。これは間違えやすいポイントだよな。主に属性魔法を得意としていて、妖精や精霊の力を借りる魔法で小さな力で大きな効果を期待できる魔法なようです。西洋魔術では、世界を構成する要素は四大元素とされ、名前の由来であるパチュリーのアロマの原産地インドでは五大元素であるとされていますよ。さらに属性同士を組み合わせて使うこともできますよ。おお、属性を組み合わせることもできるなんてすごすぎるぜ。例えば威力を高めるために一木を組み合わせたり、弱点をカバーするために一土を組み合わせてみたりなどバリエーション豊か。そうなると、炎属性のスペルカードもかなり多そうだな。見た目こそ西洋人ですが、使用する魔法は陰陽五陽がベースになっています。東洋人なのに西洋魔術を使うマリサとは対の存在になっているんだな。これはめちゃめちゃ面白い設定だぜ。そんなパチュリーの炎属性の代表と言えるスペルカードは、キスアグニシャイン。グリモワール・オブ・マリサによると、炎の渦を繰り出すスペルカードで、最もシンプルな弾幕とのことです。よく見ると避けやすいように渦巻きに村を作っているようで、余裕の表れと書いてあります。ちゃんと避けれる場所作るところスペルカードの面白さだぜ。そして先ほども言ったように魔法のを組み合わせた超火力の魔法があります。その名はキ&ヒフフォレストブレイズ。火の玉と木の葉のスペルカードのようだな。斜め45度からの玉とボスから出され軌道が変化する炎弾の弾幕で、炎弾が厄介なことこの上ないので炎弾を最優先して避けないといけません。まさにファイアーストームといった感じでとても強力な技ですね。それにしてもどうやって2つの魔法を詠唱しているのか気になるぜ。フランも火力では劣っていませんが、炎属性の魔法が多いことと、さらに組み合わせた魔法も使えることから第3位にさせていただきました。それにしても図書館の本も得てないか心配ですね。絶対火事になってるだろこれ。それでは炎属性最強ランキング第2位は藤原の猛攻です。猛攻はまさしくこの炎属性最強ランキングにふさわしい人物だよな。人間を不老不死にする、蓬莱人にする薬を飲んでしまって、老いることも死ぬこともない程度の能力を身につけた元人間ですね。あまり人とは関わろうとしませんが、性格は面倒見が良く、人助けに生きがいを感じるような善良な一面も持っていますよ。そのことから特定の人物からかなり気に入られていますね。友達は少ないけど深い関係が多いってことか。そう、例えば獣人の上白沢慶音は不器用な彼女の数少ない理解者です。化け狸の二つ井はマミゾウとはモコウ殿と呼ばれていて、モコウはマミゾウについて狸の旦那などと呼んでいたりとかなり仲がいいです。宇佐美すみれ子とは、初対面では険悪だったものの、拳を交わして意気投合した仲です。というか私より友達多くない？霊務部長の友達は公園のありだけだもんね。そんな彼女の能力は老いることも死ぬこともない程度の能力。魂を起点に好きな場所で新しい肉体の再生再構築リザレクションが行えますね。つまりは不老不死ってことだな。しかし不死の体であることから、空腹や体の冷えといった環境でも、栄養と取ったり豆に手を温めるより、苦痛を我慢した方が自分の性に合うとして苦しい生き方を選んでいます。そして1000年以上の長い年月の中で妖怪退治を生業としてきたためか、様々な妖術を独自に身につけることができました。得意とする炎を操る能力もその一つだよな。そう、だから先ほど説明した死なない程度の能力と、蓬莱の薬の影響でそうなったわけではないんですよ。炎以外にもお札や、陰陽系といった妖怪退治に特化したような様々な術を駆使しています。あまりにも妖怪退治の腕が良すぎて集団でやっているのではと疑われるほど、かっこよすぎるだろそれ。モコウの場合は不死身なのを利用
用して自分も焼き尽くされるような火力の術も兵器で使ってくることから非常にパワーがあり、大妖怪のマミゾウからは信用されていますね。格ゲー作品ではポケットに手を入れたままでの喧嘩キックや、力任せにぶん殴るでヤンキーっぽい戦い方をしていました。その帰り道猫拾ってそうだけどな。魔法の象徴ともいえる炎は不死鳥フェニックスにまつわるものが多く、魔法自身もスペカ戦では背中に不死鳥を憑依した姿となりスペカを繰り出してきます。実は魔法のまとう不死鳥はよく見ると首なしの不死鳥の姿であり不気味ですね。本当だ。これは怖すぎるぜ。そんな魔法の炎属性の代表ともいえるスペルカードは、不思議の鳥法力伝承。マリサの説明によると、大きな焼き鳥を飛ばしてくるスペルカードで、腕を振り下ろすとその方向に鳥が飛んでいき腕が横に振ると広範囲に鳥が飛んでいくとのこと。非常にインパクトのある弾幕なので、マリサも勢いがあってかっこよくて好きなスペルカードと書かれています。おお、派手好きなマリサが言うんだからインパクト抜群のスペルカードなんだな。さらに爆破系のスペルカードも使えますよ。その名は蓬莱海空海星富士山ボル系の爆発する赤い弾幕をばらまくスペルカードです。爆発する弾は山の噴火のイメージかと思いきや、実は夕日のイメージらしいですね。言い方的にマリサは本人に聞いたような言い方っぽいね。爆破系の火力のある技も使えるなんてさすが魔法だぜ。目の前で赤が爆発して辺りが赤色に包まれる監視らしいですよ。多数のこの属性のスペカを扱えることや、火力のある爆破系も使えることから魔法は第2位にさせていただきました。いいか、君たち、魔法のスペカは強い。これメモっとけ。いやそれもこう先生の名言でしょ。それでは東方プロジェクト属性ランキング第1位は霊宇治うつほです。お空は歴代スペカの中でも火力はトップクラスと言ってもいいだろうな。マリサさんも言った通り、地霊殿内ではお空で親しまれていますよ。彼女の見た目としては右足は融合の足。核融合反応によって最終的に作られる鉄をイメージさせる形状。胸は赤の目で、大きな真空の目が胸から飛び出していますね。これらはヤタガラスの影響により姿が変わった結果で、元からこの姿ではないらしいです。なるほど、もともとあったものではないんだ。これは面白い情報だぜ。とても派手な衣装ですが、ズンさん本人もインタビューで構想に苦労したと発言したことがあります。お空はとある心霊を体に宿しているようです。心霊っていうのはカナコのような神様ってことだな。そう、心霊を宿すというのは、まさに動く分社になるみたいなものなのです。普通の人間や妖怪にはそのような系統は難しいのに、お空はそれを可能としていますね。ということはお空天才児なのか。視聴者の学生さん諸君、胸の赤いコアに注目してください。いやまず画像変えてください。あの赤の目は心霊が宿された証なのです。心霊を宿すには、無個性で無名それでいて自我に無頓着であり全てを受け入れる包容力が必要なのですよ。一番簡単なのは頭の中を空っぽにすることです。お空は元々の天性で頭の中が空っぽなので、心霊を宿すことができました。それだけお空は非常に純粋な子ってことね。そういえば、お空には何が宿されているんだ？彼女は八坂かな子からヤタガラスの心霊を渡されました。ヤタガラスとは太陽神、または太陽の使いで、3本足のカラスですね。ヤタガラスは埼玉の伝説によると魔人としての側面があるようです。へえ、埼玉にそんな伝説があったなんて面白いな。そんな太陽神の力も借りたスペルカードが、核メルク、ニュークリアフュージョン。ニュークリアフュージョンは直訳で核融合を意味します。超熱い火の玉のようで、他の弾幕なら少しぐらいかすっても平気なようですが、この火の玉は少し触れただけでも命の危険を感じるとマリサが言っていますね。まさに極限の炎だな。だから大きめに避けなければならないようです。ミニハッケロでもこの高熱は生み出せないらしく、核融合の凄さを実感していますね。核の威力はリアルの学校で習ったけど凄まじいもんな。また爆破系のスペルカードの爆風メガフレアもすごいです。超がつくほど熱い火の玉を爆風で飛ばしてくるスペルカードです。こういうスペルカードはマリサも大好きなようですね。尾行では唯一ヤバいと書かれていますよ。インパクト抜群すぎる弾幕だよな。お空から発射された直後では画面を埋め尽くすサイズで弾幕が展開され度肝を抜きますが、プレイヤーキャラのいることの多い画面下部に進むに従い、どんどん弾幕のサイズが小さくなるため避けやすくはあり、マリサも攻撃としては弱いと書いていますね。おそらくこのスペカの元ネタは FF シリーズの召喚獣バハムートの全体攻撃の技だと思われますよ。なるほど、なんか聞いたことがあると思ったら FF のバハムートの技だったのか。ちなみに、危険度を表すためか、お空がスペルカードを宣言する際に警告音とともにコーションというエフェクトが出てくるのですよ。それだけお空の弾幕が危険なものだということを表しているんだろうな。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんの好きな炎属性キャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。